おやつ食べる？ご飯食べたの？ご飯はねちょっと残ってるね。ちょっと残ってますよ。ちょっと残ってるように炒めた。ごめりさん、残ってるよ。先におやつ食べる？おやつ食べる？メリもおやつ食べる？食べる？おやつ食べる人？おやつ食べる？メリメリ食べる？おやつ食べるね。はい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 。じゃあ行こう行こう行こよし、はい。う。食べた？トリミングしてふわふわになりました。ほんとふわふわですね。探してる。もうないよ。一瞬で終わってしまったね。美味しい時間。おはようございます。おはようございます。斉藤です。はい。と言っても夜ですが、今日は、タコパでございます。イエ家ですけどね。ーイ。いや嬉しいっす。どうした？出たのにメリ。まずはこちらの札幌クラシックで乾杯したいと思います。嬉しすぎる。あー美味しいよねこれ。それではさいの。せーのー。いただきます。あー、染みますね。うまっ。美味しい。今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回もこのコレロッカのたこ焼き粉を使ってタコパをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとね、買ってきたお惣菜のサラダで楽ちんしました。あ、それ食べたい。美味しそうだよね。じゃあ私がよそっちまうな。おい。ゴロゴロ温野菜にしたの。これですか、まさか。でかすぎ？これさ、家の奪っちゃうよ。ホットケーキ用のさ、家のなんかやりやすいかなって持ってきたら違った。いっぱい入ってる。緑黄色野菜いいよね。うん。レンコンも入ってる。最近うちらブロッコリーにハマってんだよね。ブロッコリーの美味しい食べ方知りたい。湯がいて今マヨネーズで食べてるけど。それが一番美味しいんじゃないの？って思っちゃうんだけど、うん。結構調べると卵と炒めたりとかいろいろあって、うん。みんなどうやって食べてるのかなと思って、これぞうまいみたいなあったら知りたい。いや、ちょっとね、うんたこ焼きの種ができたら、うん。ありがとうございます。本題に入りますけど、もう飲まなきゃやってらんないわけですよ。そうだこっちは。こっちはじゃあ、悲しいことが起きたわけですよ。はい。まあ悲しいっていうか、自分たちが悪いんだね、結局は。そうなんだね。うん。ちょっと勉強不足すぎて。まあ本当だよね。自分たちがダメすぎるっていう話なんで、そうなんだよね。これは誰かの文句とかではないという。最初はね、そう思っちゃったんだけど、まあ、確かにね、最初はね、みたいな、すごい良き思い出だったのになんでよみたいな、あ、って思ったけど、よくよく考えたら自分たちがそう、悪いわけで、うんまあちょっとこれ作ったら、はい、出た太郎何？あ、お水だ。の。びっくりした。なんか破裂したかと思った。何？もうでもいいんじゃないかな、だいぶ。今日はね、うん普通のたこ焼きと紅生姜のはいタイプと、はい。キムチと餅。よし。キッチンペーパーあるからさ、うこれでさ、ぬりぬりできるよ。タコのやつに巻く？手でやっちゃう？ん。うん。手でやっちゃう。このね、平らな面にも塗っとくとやりやすいよ。このね、縁も、この間ね、キャンプの帰りに寄ったキャンパルさんにもこれ置いてあったんですよね。置いてあった。うん。
これ6かのたこ焼き。でもさ、うん写し忘れた。そう撮影はし忘れたんですけど。お酒にいただきます。うんあ、楽しみ。久しぶりだな。なんかたまにペラッペラのたこ焼きいるんだよ。タすいコがいるんだ。ません。薄くなっちゃった子がいます。最後あ、に。それ何？自覚あるんですか？あります。やべえ、最後めっちゃ薄いじゃんってなった。もう手慣れたもんですね。全然手慣れてないよ。1年前でしたっけ？初めてやったのは。そうかな、そのぐらいかな。いい感じいい感じ。クンクンしちゃうよね。あと紅生姜も使っていいよ。うん。お、なくなった。でもやっぱ天かす入ってるとさ、美味しいよね。じゃあ俺これやったりしようか。うん。最近またビッグマム症候群が出てきて。どういうこと？俺って言っちゃうから。ビッグマム症候群。そう、自分のこと俺って言っちゃうね。やっぱ最初に混ぜたやつに天かす入れとかないと分量がおかしくなっちゃうか。やりましょうか、1個。このサラダおいしい。あーうまい。サラダにもブロッコリー入ってるじゃん。それでこれ買ったの。顎いってでスルメイカ食べ過ぎて顎変異症になっちゃったんだ。顎関節症ね。顎関節症。 YouTube の編集作業してる時にさ、結構眠くなったりするからさ、昔で言ったらタバコ吸ったりしてたんだけど、その眠気覚ましに、でやっぱコーヒーだけだとさ足んなかったりして、でそのスルメを食べるっていうので結構眠気が取れるから、カロリーも低いしね。そうお菓子よりマシかみたいな、そしたらさこの間買ったスルメがめちゃくちゃ太くてさ、それを頑張って噛んでたらさ、顎がなんか口開いた時に痛くなるようになっちゃってさ。でもそれのせいかさ、太郎ちゃん顔引き締まった気がする。それのせいじゃないと思うよ多分。関係ない。そうこう自分でさ痛いからこう揉んでるからじゃない？治るといいけど、同じ方ばっかで噛むと絶対良くない。それこそ、結構右で噛む癖があって、それじゃあんま良くないかなと思って、頑張って左で噛んでたんだよ、そしたら左が痛くなった。イカが硬すぎて食べ過ぎなのかも。いやイカめちゃくちゃあれは硬いよ、うん私そもそも歯が人より少ないんですけど、顎が狭くて噛み合わせが歯が重なっちゃうから、子供の時にすでに永久歯を抜いてるんですけど。子供の時に永久歯抜いてですか？そう、もう生えた瞬間からもう生えるとこがないって言われて。そういうこと？そう小学生の時からもう大人の歯抜いちゃいましょうって言って、生えれないからよ。かわいそう、永久歯なのに。そうだから私一瞬みんなより少ない一瞬歯。やっぱ痛くなっちゃったりとか、遅かったりとかすごいするから、その痛いっていうのとかの気持ちは今すごいわかる。めっちゃ痛いんだよ。多分顎のなんか炎症だと思うから、こういうのってその安静にするしかないみたい。じゃあイカ以外で眠気覚ましいい感じ。全然いい感じじゃない。まだ待った方がいいんじゃない？その本題に入ろうと思うんですけど、先日ね無事に引っ越しが終わりまして、今この家もなんだかんだ早いもんで1ヶ月になりました。めっちゃ早くない？1ヶ月。もう1ヶ月ってことは1年の12分の1がもう終わったんですかっていう当たり前のことなんですけど。早いよね。早いよね。それでちょっと前にね、前の家の退去の手続きも全部終わって、無事に全ての手続きが終わったんですけど、タイトルとかサムネにある通り、とんでもないことをしてしまいました。人生で初です。初ですよね。俺も初だわ。初。それはね、家の規模がね2人になってるから、一人暮らしと違うのは分かりますけど、でもだよ。でもだよね。でもだよ。しんどいなってなったんですよね。そう。だってさ、でそれが何なのかというと、お分かりかと思いますが、神奈川の家のですね退去費用、賃貸って退去費用があるじゃないですか。クリーニングしたりとか現状復帰したりとか、それは分かるんですよ。その合計金額が工事総額51万7262円。って
てことなんですよ。マジもう真っ白だったんだけどね。その時、うん。その中身よねまず。まあ中身ですよね。そでなんでこんなことになってしまったのかと、う、うん、よっぽどなんか暴れたんですかみたいなさ、喧嘩して壁穴開けたとかね。壊したんですかみたいな感じになるじゃん。とりあえずまず前提として、はいそういった大破壊みたいなことは大破壊。一個もありません。まあね。もちろん、うん。そこじゃないんです。そこじゃないんだよね。そ内訳の方、う、うん、言ってってみましょうか。まず、うん、前のお家 3LDK でした。うん、3LDK すべてのルームクリーニング、うん、これが、9万5千円約ね。それからエアコンが2台、うん、これが4万7千円。それから、浴室清掃8千円。うん、それからキッチン換気扇部分洗浄うん、 8千円。そんなもんなのね。そんなもんなんです。うん、この先が問題でございまして、はい、クッションフロア張り替え。はい、クッションフロアっていうのは、うちで言ったらトイレと、洗面所がクッションフロアを使ってたんですけど、はい、そこが、交換で1万6377円。うん、最後、うん、クロス張り替え29万5273円。ここなんですよ。ここ範囲としては、うん、家全部のクロス、壁紙と、はい、あと天井、うん、天井の壁紙全部の張り替えうん、ってことになっちゃってるわけよ。そもそもさ、うん、一番最初入った時から、うん、お乳だったかって言われいやると、お乳じゃないのよ。だよね、うん、入った時は前に大家さんが住んでて、うん、もうその時点でちょっと破れとか、汚れっていうのはあったのね。ですぐ入ったもんね。そうそうそうなんですけど、うん、なんでこれが全部張り替えになっちゃったかっていう、うん、普通は、破れた部分とか、うん、まあ、破壊してしまった部分っていうのは現状復帰っていうのはまだわかるんですけど、うん、これが、全く汚れてないところも、全部交換っていう金額になってます。これなんですけど、ここが本当に盲点で、これが前の家の契約書なんですけど、はい、ここにペットに関する承諾書っていうのがあります。うん、これはワンちゃんいる人とか猫ちゃんいる人は、まあ、大体これ発生してると思うんだけど、うん、要はペットを飼う場合、うん、別途に特別な契約書が1枚出てくる、ペライチの。はい、そこにペットの飼育に関しての決まりとか約束が書いてあるわけですよ。うん、通常の契約とは別に、はい、そこの一つの項目、いっぱい項目あるんですけど、一つの項目、賃貸借契約の期間満了または解約等により部屋を明け渡しするときは、全室の畳、カーペット、クッションフロア、クロス壁、天井、襖障子の張り替えおよび室内クリーニング、エアコンクリーニングを行い、その費用は、契約者の自費をもって支払うものとします。なお作業は管理会社の指定する業者を使用してくださいということなんです。これがどういうことかというと、汚れてる汚れてないにかかわらず、全ての壁紙とクッションフロアを交換負担をうちがしますという内容になってたんですね。なのでさっき冒頭に言いましたが、結果自分のせいなんです。だから契約書に書いてなかったのにとかじゃなかったんで、最初に読んでくれたんだろうね、きっと読んでたんだと思うけど、でも多分それをさ、こうしっかり言っちゃうと引っかかっちゃうじゃん絶対、だからスラッと流されたと思ってるんだけど、確かに出る時に50万とかそれ以上とかかかっちゃうと思うんですよねって言われたら覚えてるとは思いますけど、でも書いてあるよねっていう、いわゆるやっぱりそういうのってもうしょうがないというか、それで結果、51万と言われ、敷金最初に払うじゃん、その分があってちょっと引かれるわけですよね、でさらには管理会社とは別に、大家さん直接知ってたので、もう大家さんが
いや確かにこれやりすぎだよねみたいな風になってくれて、この請求は管理会社からの請求なんですけど、大家さんが決めたものじゃないってことですよね。そうなんだけど大家さんがちょっと独断で6万円引きますと言ってくれたわけです。それ何の分かっていうと多分天井かな。さすがにペット飼ってて天井汚れないよねみたいなところだと思うんですけど、6万円引いていただいたんですよ。なので実質は45万ということになりまして、差し引き、敷金を差し引きした分をお支払いしましたということで一応終わったんだけど、こんなことあるんですねっていう内容なんだよね。もう絶句すぎて、今まで暮らしてきた賃貸で出る時結構お金返ってきたことが多かったんですよ。もちろん前のワンコボアもいたんだけど、すんごい小綺麗に掃除してきたかって言われたらし、普通です。普通の人となりの、今回もね普通だとは思うんですよ。だからなんかまあだとしてもちょっと長く住んだけどこのぐらいかなみたいなはあったけど、まさかそんななんか何十万もかかると思ってなかったから、ね、なんかその頭の中でその予算っていうか、思ってなかったんですよ。俺もまあ最悪ちょっと足出ちゃうかなぐらいで考えてたんですけど、まさかの全張り替えみたいなったんで別に汚くないは関係なくですよ。だからボアも老犬だったし、ニコメリもねそんな破壊しないし、だからペットによって汚れたものはほぼないです、ね、特約の内容がそうなっちゃってたから、もうしょうがないってことですね。おソースと眉取ってほしい。うまい。そのまま食べるのも大好きなんだけどさ、こってりさせていいですか？いいよ。自分にもショックだし、なんか怖くて今の家、のこともなんかすごい気になっちゃってね、どういう条件だったっけなみたいな。だから怖くなって今の家も再確認しましたけど、それは大丈夫でした。やっぱりその汚れてしまった部分とかペットによって壊されてしまったものはもちろん直さなきゃいけないんだけど、その何も起きてないのにフルで張り替えとかっていう特約にはなってなくて、めっちゃうまくできたね。美味しくできた。だから何が言いたいかというと、僕たちのチャンネル見てくれてる人たちは、ワンちゃん飼ってる方本当多くて、ペット連れキャンプとかも楽しんでる人たちがすごいいっぱいいるので、持ち家の人はね問題ないと思うんですけど、賃貸生活をしてる方、僕らがね間抜けなだけかもしれないけど、もしかしたらその中にはこうあんまり気にせず探しちゃってる方もいる、大丈夫？飛んだんですいるかもしれないなと思って、注意喚起というかね。そうだね。なんか同じ方が出ないといいなっていうか、いや出ないわそんなんって思ってるかもわかんないけど、もしこの先に家を探したりとか、ってなった時、そういえば斉藤夫婦がすごい金額取られてたなみたいなことを思い出してくれたら、まあちょっとでもなんか参考になるかなと思って、ちょっと金額公開をしようということになったんですけど、だから別にこれぼったくられたとかではなくて、自分たちがちゃんと契約内容を把握してなかったっていう、本当に自分たちのミスなんで、やっちゃったねって感じだね。やっぱさ、新居にさ引っ越してさウキウキしてると思うんですよお引っ越しする人って、なんか同じ気持ちになる人がいないといいなと思って。ウキウキしちゃうからさ、見逃しがちだよね。楽しいことばっかりね考えちゃってたからさ、前の家ももちろん引っ越しもしてさ、ここの家の契約もして、家具も買って、このヘリノックスまで買ってからのこの金額なわけで、もうさすがにしんどいと、まあいつも通りの契約内容かなみたいな風に勝手に思ってしまって起きたことなんで、ペット飼ってるとそういう特別なルールが設けられることがほとんどだと思うんで、皆さんも今後借りたりする時は気をつけてみてもらったらいいのかなと。そんなの分かってるぜってなると思うけど、普通はなりませんって来るかもしれないもんねコメント。
まあワンルームとかならまだしも、やっぱり 3LDK とか、まあ、今の家なんてもっと広いし、全部の張り替えって結構やばい金額になるから。そうだね、まあ今回しょうがないかなとは思ったんですけど、でも普通貸す側もやっぱり敷金とかって想定した内容でいただくことになるわけでしょ、だからもうちょっとねこう流れが平和になったらいいなと思うんですけどね、ちょっとびっくりしちゃったからさ。まあ不動産屋さんの方もっていうかその貸す方もさ、もちろんどんだけウェルカムでペットウェルカムだったとしてもさ、やっぱ激しく損傷する子もいるわけじゃん、わかんないけどだそうなった時に困るなって思うけど、ペット可にしてくれてるっていうのはなんかすごいありがたいなとは思うんですけど、なんかおおよそこのぐらいになるっていうのが分かりやすいとか、契約に至らないかもしれないけど、でもやっぱそれは親切かなとは思うし、さすがにワンちゃんなので天井はないかもしれないですけど、これとこれはやった場合このぐらいの金額になっちゃうんですよねとか。天井なんてもう鳥しかないって。鳥しかないペットの中でくくられてる話だったら、鳥ぐらいしか。そうだよ。そう、あとはよっぽど本当に匂いが自分たちって気にならないから、どうしてもクロスの匂いがあるなみたいな。だからまあいいんです。気をつけてくださいねってことを伝えたいわけで。そうです、もうこれはもう終わってしまったことでしょうがないです。自分たちも確認してなかったことで、もう誰に何を言われてもお前たちが悪いとなると思うんで、契約書に書いてあるんだからっていうね。あとはまあやっぱりありがたいですしっていう話です。さっきの私の続きの話はペット可にしてくれてるから、しょうがないかなって、匂いとかついちゃってるのはしょうがないかなってわかるんですけど、やっぱお家によってはその使ってる素材とかもやっぱ違うみたいなんで、だからやっぱそういう情報をちゃんと分かってた方がいいのかなって思いました。まあもうちょっとだから希望としては、このパターンだと出る時こんぐらいになっちゃうかもしれないよとかいうのを言ってくれた方が親切だなって思うけど、まあ言ったらじゃあやめますっていう人もいると思うから、さっきの話ですよね、自分で確認するしかないんだね。ないんだねまあそんな話でございました。はい、皆さんもこんな経験ありましたよみたいなのがあったら、例えばさ、びっくり体験があったらちょっと知りたい、教えていただきたいですね。そのペットがいて、なんちゃらとか、もちろんペットじゃなくても、例えば壁に時計かけた画鋲刺したとか、みんなあるじゃないですか、多少。それでなんかものすごいことになっちゃったとか、これはすごかったみたいな内容があったら、皆さんの参考にもなるかもしれないので、ぜひコメントで教えてください。はい。ということで、今回はこういうなんかワンカットのトークになってしまいましたけど、どうしてもねちょっとお伝えしておきたいなと思って動画撮りました。自分たちを慰めるためにビールとタコパをやっております。結構夜の時間帯に食べ物あんま重たいもの食べないようにとか気をつけてるんだけど、もうがっつりたこ焼き食ってやろうということでね。粉物、食べてあげようと。どうした粉物大丈夫とか、いつも糖質オフプリン体オフの発泡酒飲んだりしてるんですけど、もう札幌クラシック飲んでやろうと。キャンプでね、楽しむようにね、一応取っといてね、普段はね健康をもうちょっと考えた方がいいんじゃないのってなったんですけど、もうそれが知った瞬間にね、暴飲暴食ですっていう今日は日になっております。はい。引っ越し後もだいぶ落ち着いてきたので、ちょっと近くのなんか探検に行ったりとか、いろいろやっていきたいなと思いますので、私たちの移住生活もまた動画見てもらえたら嬉しいなと思います。よろしくどうぞ。はい。もちろんキャンプも行きますので、そっちの動画も見てもらえたら嬉しいです。お願いします。はい。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。もうあと2杯ぐらい飲もうかな。私もやっぱ好きなものを食べて飲んで、明日から頑張ろうっていうその切り替えもね。文句はないけど落ち込むわけですよ。そうなんです。しょうがないっていうのはわかるんです。